こんにちは、スイミーです。今回の旅は JR 鎌倉駅前からスタートです。神奈川県にあるここ鎌倉は言わずと知れた超有名な観光地なんですけれども、今回は鎌倉観光ではなく、海沿いを江ノ島方面へ向けて走る江ノ島電鉄、通称江ノ電沿いを歩いて風景を楽しんでいきたいと思います。ちょっと今から鎌倉駅にある観光案内所で地図をもらおうかなと思います。鎌倉駅東口出たとこにある観光案内所です。鎌倉ならではのイベントとかもいろいろやってるみたいですね。観光案内所の方にこんな感じの地図をもらいました。鎌倉駅がこの辺で、一旦海の方に出て江ノ電沿いを歩いていけるということだったんで、そんな風にして行ってみようかなと思います。お天気は最高のお散歩日和です。距離は結構歩くと思います。というわけで大通り沿いを歩いて海の方まで向かいます。この通りは鶴岡八幡宮へ続く若宮大路という通りです。調べたら日本遺産になってるそうです。なんと。駅から海の方へ向かって歩いてるんですけど、観光客の皆さんとは逆の方に歩いてるような感じになるんで、道も空いてて歩きやすいです。ところどころにこういう地図があるの助かりますね。まだ駅からちょっとしか歩いてない感じです。鎌倉駅から海が見えるところまでだいたい歩いて20分ぐらいかなと思います。鳥居が見えてきましたね。私が歩いてるのと真逆の方向に鶴岡八幡宮があります。お正月の初詣はめちゃめちゃすごい人らしいです。地図があります。現在地、海もうちょっとですね。これから江ノ電の江ノ島駅まで歩いていこうと思ってるんですけれども、鎌倉から江ノ島までだいたい歩いて8キロぐらいあるみたいです。今日はいい運動になりそうです。この通り沿いを歩いてるとおしゃれなカフェとかレストランもちらほら見えます。海沿いとか海が近くのカフェっていいですよね。道をよく見るとなんだか海の砂っぽい砂が植木の下の方にありますね。風で飛んできてるのかな。なんとなく遠くに海が見える感じがしてきました。風も吹いてますね。綺麗なお花が咲いてる。これなんて花だっけ。湘南クッキー。これはご当地ものか気になるな。なんだかいろんな種類のクッキーが売られてます。鎌倉切り通し。これ買ってみようかな。歩いてる途中にどうしてもお腹が空いたら食べようかなと思います。こういうご当地ものとの出会い、楽しいです。海が見えてきた。おー、いい感じですね。
向的にはこっちですね。滑川リバー、滑川って読むのか。せっかくなので砂浜を歩こう。この砂浜めっちゃ広い。スポーツの大会とかいくらでもできそうな感じですね。サーフィンをしてる方がいますね。肌寒いんですけど、真冬でも海には入れるみたいなんですけど、私は寒がりなんで絶対入れません。風が強いです。波打ち際は砂が固まってるので歩きやすいです。それにしても気持ちいいな。さっきまで駅前にいたとは思えない。鎌倉観光も楽しそうだけど、観光の後に海辺でゆっくり過ごすのもいいかもしれませんね。ただこの辺り観光客を狙っているトンビがいるので、トンビには要注意ですね。クレーターを発見しました。誰が作っいやこれは宇宙から落ちてきた。この辺りから道路に出ます。この海を見ながら歩く歩道もいいですね。あ、走ってる。海の見えるランニングコース。ついつい海を眺める時間が多くなってしまいます。もうちょっと行ったところで道路を渡って中の方の道に入っていきます。閑静な住宅街。これから江ノ電の長谷駅に向かいます。長谷駅あたりから線路沿い歩けるかな。長谷駅に到着です。ちょうど電車が来る。ちょっと電車見ていこう。電車来た。黄色と緑のツートンカラー。これが江ノ電。この塗装の色70年近く変わってないそうです。いい色してますよね。江ノ島方面の電車も来ました。電車に乗れるけど私はこれから歩いて江ノ島駅まで行きます。また後でね。地図を見てポイントだけチェックしてます。細かい入り組んだ道なんかはやっぱり Google マップ見ないとわからないですね。トンネルが見えるんですけどちょっと道はそれてますね。線路沿いじゃなくてちょっと住宅地を抜けていくような感じになります。神社を発見しました。こんなところにも地図が書いてあります。
左上あたりに極楽寺というところがあるんですが、そっちの方に進んでみようと思います。さっき見えた神社の方まで来てみました。鳥居の手前に撮影禁止の表示がありました。カメラはここまでにしておこうかと思います。線路内の撮影は危険ですので絶対入らないでください。危険な撮影にならないよう私も気をつけます。極楽寺あたりまで線路をちょっと離れて歩きます。歩いてると何か発見しました。井戸みたいです。この井戸は星月の井とか星月夜の井とも呼ばれているそうで、昔この井戸の中には昼間でも星の影が見えていたらしいです。どんな感じで見えてたんでしょう。昔からある伝承って不思議なものが多いですよね。これから切り通しと呼ばれる道を通っていきます。極楽寺の方へ抜ける道ですね。さっき湘南クッキーの自動販売機で鎌倉切り通しと書いてあるお菓子を買いました。この道がそうなのかなと思ったんですけど、昔この辺りは結構小高い山が入り組んでたみたいなんで、いろんなところに切り通しという道があるみたいです。昔は交通の便を少しでも良くするために、明治時代になる以前はトンネルを作るような技術がなかったので、山を切り開くような形で道を作っていったそうです。人の手でそれをやってたって大変な労力ですよね。そうこうしているうちに極楽寺まで来ました。極楽寺は1259年に創建されたと書かれています。今から765年前、極楽寺駅のホームが見えます。江ノ電が来ました。さっきのツートンカラーとは違う車両がくっついています。看板がありますね。稲村ヶ崎方面に歩いていきます。極楽寺駅を横切っていきます。駅前にはお手洗いとちょっと座れる場所もありました。閑静な住宅街を抜けていきます。私みたいに歩いて観光している人、なかなかいません。この辺から線路と合流し始めました。柵がないので簡単に線路の中に入れてしまうんですけど、危ないので良い子は入らないでください。タイミングが良かったですね。なんかすごい迫力でした。それにしてもここ柵がないの大丈夫なのかな。地元の人しか通らないかな。あれはなんか行列ができてますね。人気のカフェかな。見た感じアジア系の観光客の方が多かったみたいです。みんなよく情報知ってますね。遠くの方に海が見えてきました。
いいですね。そうそう、この辺でちょっと喉が渇いたので、カフェで何かテイクアウトしようかなと思います。この辺りにカフェが何軒か並んでるんですよね。どこに入ろうかな。窓枠がカラフルで可愛いですね。ちょっとその前に向こうの方に公園みたいなところを発見しました。これは景色を見に行きたい。あれはよく見ると江ノ島が見えます。ここからでもなかなかいい感じです。上の方から景色を眺めてみよう。おー、江ノ島見えますね。さっき買ったおやつ食べようかな、どうしようかなと思ったんですけど、トンビにかっさらわれる可能性があるのでやめました。海沿い歩くのやっぱり気持ちいいな。ちょっと車の音がうるさいけど、カフェのとこに戻ってきました。カフェラテにしようかな。これはサンライズシャックさんというカフェでココナッツコーヒーをテイクアウトしてきました。牛乳ではなくてココナッツミルク、それと MCT オイルっていうめっちゃ健康なオイルが入ってるみたいです。健康にいいものはありがたい。このドリンクもエスプレッソが香り高くてとっても美味しかったです。鎌倉風知地区って書いてますね。京都に行った時も風知地区ありましたね。この辺りは景観を損なわないためにいろいろと取り決めがされている場所みたいですね。線路沿いは閑静な住宅街が続いてます。でも線路沿いだと電車の音結構するんじゃないかな。実際住んでみたらどんな感じなんだろう。この辺りも線路の向こう側にお家があります。特に踏切や柵がなくて自分で安全を確認してから渡らないといけませんね。慣れたら案外大丈夫なのかも。また向こうの方に海が見えてきました。この先のレールのカーブなんかいい感じですね。この辺りから電車は海沿いを走ってますね。もう少し行くと七里ヶ浜という駅と鎌倉高校前という駅を通っていきます。歩いてる人やランニングしてる人ちらほらいますね。
あの海沿いにあるレストラン、結構雑誌とかにも載ってた有名なとこだったと思います。お昼ご飯のタイミングどうしようかな。この辺は七里ヶ浜駅の近くになります。少し歩くといろんなレストランが集まったような場所に出ます。海沿いのレストラン、眺め良さそうだな。まだお腹が空いてないんで、お昼のピーク過ぎたあたりに一旦江ノ島駅まで行ってからまた七里ヶ浜でご飯食べようかなと思います。さっきから車がビュンビュン走ってるんですけど、この海沿いもドライブしてみたいですね。湘南ドライブ。七里ヶ浜あたりから人の往来が結構あるんですよね。なんとなく知ってはいたんですけど、鎌倉高校前、あの駅前がすごいことになってました。あの超有名なアニメと漫画スラムダンクの聖地になっているということで、駅の近くにある踏切周辺が観光客の皆さんでごった返しています。これどうやって渡ったらいいんだろう。この踏切を渡った坂の上のところからの撮影をする人たちで混み合ってる模様です。警備員さんも何人かいて誘導してる。横断歩道のとこからなんとか渡りました。鎌倉高校前を過ぎて少し歩くと線路は街中へ入っていきます。腰越という駅の方へ向かっています。もうちょっと歩くと江ノ島が見えてくるかなと思います。線路と合流しました。ちょうど電車来るみたいですね。あ、江ノ島か。やっぱり江ノ島です。やっとここまで来たという感じ。よく歩いたな。せっかくなので海を見ながら歩きましょう。あれは砂浜を整備してるのかな。江ノ島。今日は島へは渡らずにこのまま江ノ島駅まで向かいます。飛びに注意書いてますね。実は私も1回だけやられたことあります。江ノ電の江ノ島駅に到着です。やっと着きました。ここから江ノ電に乗ります。反対側のホームなので線路渡ります。江ノ島駅から七里ヶ浜までは220円です。13時31分鎌倉行きです。駅のホームはこんな感じです。昔の雰囲気が残ってる、味があっていいです。限定メダル、こういうのなんか懐かしいですね。昔家族旅行で行った旅先の旅館とかにあった。電車来ました。ベビースターラーメンのイラストが描いてます。コラボしてるのかな。床が横断歩道のデザインになってます。面白い。
ームの間が広く空いているところがありますので、お降りの際は足元にご注意ください。The next station is Hoshiboe, EN7. The platform at the next station is shorter than this train. The doors on the left side of only the last 3 cars will open. 次は七里ヶ浜でございます。お出口は右側です。The next station is 七里ヶ浜 EN9。七里ヶ浜で下車します。車窓からの海の景色、最高でした。今乗ってきたやつ、時間帯かな、もっと混んでるかなと思ったけど、窓際で撮影できてよかった。ではでは、お昼ご飯食べに行きます。まだランチやってるとこあるかな。すぐ入れそうなカフェ発見しました。アマルフィカフェさんというところです。ちょっと路地の中に入ってて隠れ家っぽい感じ。店内から海が見えます。いい感じですね。西日が眩しいので中の方の席にしました。サーモンパニーニセットというのを注文しました。外側のパンがサクサクで、サーモンとクリームチーズの相性バッチリ。サーモンとクリームチーズってなんでこんなに相性いいんですかね。美味しくてペロリでした。全然もう一個いけそうです。はい、デザートです。まだ物足りなくて頼んでしまいました。この時時期的にハロウィンだったんで、可愛いハロウィンお化けたちのスイーツがメニューに何個かありました。かぼちゃのケーキ、優しい甘さでボリューミー。パニーニもケーキも本当美味しかったです。近くに来たらまた寄りたいカフェですね。ごちそうさまでした。というわけで七里ヶ浜からまた鎌倉へ戻っていきます。電車が来ました。おっと、結構混んでますね。
鎌倉駅到着です。かなり人が増えました。江ノ島電鉄大人気です。江ノ島電鉄のようなレトロな電車、これからもずっと走っていてほしいですね。70年後とかどうなってるのかな。きっと残ってるはず。今回の動画ここまでとなります。不定期な更新ですが、いつも見てくださってありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンいただけると嬉しいです。ベルマーク通知オンの設定もおすすめします。それではまた次の動画もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次はどこかな。